皆さんいつも茶番にお付き合いいただきありがとうございます。茶番の玄と申します。今回は納車1年走行距離2万キロを記念して、以前ラジオ収録をさせていただいたことがあるポッドキャストのパーソナリティのムーさんと対話しながら撮影をさせていただくことになりました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、チャンネル登録者数2000人おめでとうございます。ありがとうございます。本当に見ていただいている皆様のおかげでここまで成長することができました。ありがとうございます。そしたら多分何者かっていうのがわからない方も結構いらっしゃると思うんで、そうですよね。我々の自己紹介からしましょうか。はい。私の方から自己紹介させていただきます。私、茶番という名前で活動をさせていただいているんですけども、今回、約1年前、新型アトレの車を購入させていただいて、で DIY をしていくうちに、ここまで成長させていただいたというところがあって、本当に皆さんには感謝しているところがございますので、引き続きよろしくお願いいたします。めっちゃすごい緊張されてますけれども食べるのが初めてなので。私の自己紹介を何者かということでさせていただこうと思うんですが、私は雑談ベースのトーク番組のポッドキャスト人間散歩というところでパーソナリティをしているムーと申します。で、私自身車は持っていなければ免許も持ってないんですけれども、バンライフの YouTube を見るのが好きで、茶番さんを見つけたのは畳とバンライフを組み合わせてる人いないのかなって検索して見つけたのが最初でした。まだチャンネル登録者数も500とかそのくらいのありがたいです。頃だったんですけど、なんか世界観が好きすぎて勝手にその人間散歩でYouTube チャンネルを紹介し、インスタで連絡を取ってぜひ出てほしいって言って出演いただいたのが最初のきっかけで、今回もお呼びいただきありがとうございます。いや、ありがとうございます。こちらこそ本当に見つけていただきありがとうございます。なんか早速なんですけど、納車1年で、かつ走行距離2万キロっていうのはやっぱり車の中では1年ではなんか長いんですかね。いや、自分も今回車を買うのが初めてなので、改めて2万キロ走ってみて、車の寿命って20万キロって言われてるんで、1年で2万キロになっちゃったんで、あと10年しかこの車乗れないんだって思うとすごい悲しいところであるんですけども、もっと乗っていたいなと思いもありつつ、本当に1年でよくこんだけ走ったなというのが正直なところで、仕事ではこちらの車は実は使っていなくって、普段は全然自転車で通勤するような形なんですけど、今回いろんな方々にお会いするだとかイベントに行くっていうところがありまして、本当にこの車といろんなところに旅をすることができて、本当に楽しいアトレーライフをさせていただいております。なんか YouTube とか、インスタも結構更新されて、そこでのやり取りとかもいろいろあったりするのかなと思うんですけど、それについてはなんかYouTube チャンネルとかインスタを始めてなんか変化とかあったりするんですか？本当にありがたいことで、自分がたまたま運がいいだけだと思うんですけど、YouTube でアイテムの紹介をさせていただいたら他の方々に声をかけていただいたりだとか、そういった企業さんとのつながりができたっていうのは本当にありがたかったなっていうのが一つと、インスタグラムで実は写真等や動画を投稿も実はしてるんですけど、そういった中で一番の大きいところはやはりバンジャムと言われる車中泊をメインとしたその車内のおしゃれな DIY をされている方々がみんな集まってそれを展示会するっていうイベントに、ありがたいことにお誘いいただいたのは本当に嬉しかったですね。そういった方々と、実際にイベントで会ってつながれたことは本当に嬉しかったなと思っております。なんか YouTube とかでも、あとインスタのストーリーとかでもすごい仲良く和気あいあいと
こう語らってる様子が見れてすごい楽しそうだなと思って見て本当ました。に人生変わりましたね。人生変わりましたか？はい。つながりができていくのはやっぱいいですよね。そうですね。この車の、この車中泊カーの本当にバンのいいところですね。バンキャンプの。なんかちなみにそのこうバンなりこう車中泊をするってなっても世の中に車っていっぱいあるじゃないですか。でもその中でなんでこう新型アトレイを選んだんですか？いやー本当に最初は、多分動画を見ていただいている視聴者さんはご存知だとは思うんですけど、新型アトレイにも一番車中泊でメインなのはエブリーっていう、車があったり、あともう一つで言うと N 版っていう車があったり、多分今その新型アトレイ、ハイゼットカーゴっていうものを含めて多分3強かなと個人的には思っているんですけど、その3つでどう絞るかってところなんですが、自分が一番大事にしてたのがACC って言われる自動追従機能っていうのがすごい自分の中で欲しいなと思っていて、やっぱり旅するってなった時に長距離運転をしないといけないんで、そういった時にその機能がある車がいいなと思ってたんですけど、そうなってきた時にその機能がついてるのが一番メジャーなエブリーにはちょっとまだついてなくて、で、N 版についてるかなってとこだったんですけど、ちょっと N 版は N 版でいいところはあるんですが、結構お一人様用なところなメインなところがあって、私嫁さんと一緒に車中泊だとか一緒になんか家族で出かけられるような車っていうのをちょっと探していたので、N 版実はちょっと細かいところになるんですけど、後ろの方が長くなる方が180センチ以上長く寝れるような大空間になるんですけど、その反対側が150数センチぐらいしかないので、ちょっと2人で寝るには厳しいような車になってくるので、アトレイの場合ですと、後ろが2人で寝れるような広々空間がありつつ自動追従ができるような車っていうところが、2点が一番自分の中でジャストフィットしてすぐ購入を決めて購入させていただいた感じですね。なんか奥さんとこう旅をするっていうのはもうずっと初期段階からもうそういう風に思ってたんですか？いやでも最初はねなかなか、ついてきてくれるかわからなかったってところが正直なんですけど、なんか噂によると結構インドア派という風にそうなんですよ。そうなんですよ。奥さんはインドア派だったんですけども、こうやって社内の DIY をしてYouTube とか Instagram で上げて反響が出てくることによって、嫁さんも結構今回の車を結構気に入っていただいて、結構車中泊についてきてくれるようになって一緒に楽しんでくれるようになったのは本当にありがたかったなと思っております。なんか前回うちの方のラジオに出ていただいた時にその最初に内装のところを考えるにあたっても結構奥さんの、意見っていうわけじゃないけど奥さんをちょっと考慮していろいろ考えられたって話があったと思うんですけど、その茶番さんといえばこう和のテイストと北欧のテイストとみたいな、いわゆるジャパン D スタイルでしたっけ、っていうのをすごくなんか大事に設計というかデザインされているってことなんですが、そのスタイルに至った経緯をちょっと改めて聞いてもいいですか？ありがとうございます。皆さんよくこの車を見ていただいてて、お気づきだと思うんですけど、多くの方は和の版って思っていただいているかもしれないんですけど、一番スタートはやっぱり誰かの車、いろんな車中泊の DIY されてる方が世の中にたくさんいらっしゃるんで、やっぱり誰かのものとはちょっと被りたくないなっていうのがスタートに根底にありました。で、その時に被りたくないっていうのと、あと、私の奥さんの方が北欧系のインテリアスタイルが好きっていうのがありましたんで、そういったものをベースに
何か他のと差別化できるような社内何かなっていうので、インテリアスタイルをいろいろ調べたところ、ムーさんが先ほどおっしゃられたように、和と北欧を混ぜたジャパンディっていうインテリアスタイルを見つけまして、それをどうにかこの車に入れれば、新しさがあるんじゃないかなっていうので、いろんなそのジャパンディの構成要素を調べて、あれに行き着いたっていうのが私の茶番の生まれになります。いやー、なんか好きなんですよね、世界観。ありがとうございます。なんかその和のスタイルをお茶っていうところでも、入れられてると思うんですけど、なんかその和のスタイルはもともとゲンさんがなんだろう入れたいなみたいなのもあったりしたんですか？もともとこんな茶番という名前をしていて大変恐縮なんですが、お茶の精通しているものでは全くないですけどもないんですが、もともとやっぱりお茶が好きだったっていうのはあって、好んでよく緑茶だとかほうじ茶を飲んでいるっていうものなんですけど、そういったところもあって和の雰囲気っていうのはやっぱり自分の中では好きだったっていうところがありまして、今回その和と北欧っていうところを合わせながら、私の好きなお茶っていうのを掛け算することによってこのお茶の番茶番というあだ名をつけさせていただきました。なんかその和と北欧のスタイルっていうのもなんかもちろんあると思うんですけど、一ファンとしてなんか茶番さんのなんか特徴だなというか思うのが、なんかこうきっちり感きっちり感ぴったり感みたいなありがとうございます。なんかそこもでももしかしたらそれってちょっとその和のなんかこうなんだろう目に沿った感じとかのイメージも引きずってるかもしれないんですけど、そのきっちり感ぴったり感とかこびのなさみたいなのはめっちゃ好きだなと思って、ちょっとただの推し語りになっちゃうんですけど。ありがとうございます。ちょっと自分の自己紹介というか過去の経歴も話になるとは思うんですけど、もともと大学が建築学科出身っていうのはありまして、多少建築っぽい知識があったっていうところはそのエッセンスとしてあるのかなっていうのが一つと、きっちり感で言うとごちゃごちゃしたものが結構あんまり好きじゃないので、なるべく車の中の空間もよりすっきりさせるような仕組みっていうのは本当に心がけていて、なるべく幅を取らなかったりだとか色を増やさないだとか、そういったところは結構自分の中で意識して入れているところが結構あります。実は整理収納アドバイザーっていう資格がございまして、ありますよね。でそちらがもともと自分は全く知らなかったんですけど、嫁さんが実はその収納の資格を持っていて勉強されたことがあって、でそれを横目で見てちょっと教材をちょっとパラパラとめくった時に、かなり面白いなと思いまして、でそれを実も嫁さんに追っかけて自分も勉強して、でそのエッセンスがきっと整理収納っていう観点であそこに反映されてるんだろうなっていうのがちょっと今ふと思いました。いやなんかすごい腹落ちしちゃいました。なるほどなと思って。いや建築学科出身はめっちゃ匂いがしてました。すいません、初めて言ったかもしれないですね。多分なるほどな。なるほどな。いやでもそのこうちょうど入るのがなんかなんて言うんでしょうね、すっきりしてる感じがとっても気持ちが良くて、ありがとうございます。なんか風景が美しいとかなんかそれももちろんあるんですけど、なんかその垣間見える考え方とか空間の使い方とか無駄のなさみたいなのに、すごい動画を見てる時になんだろうな、
えも言われぬ後味の良さみたいなありがとうございますのを感じております。はい、本当に嬉しいです。いえいえ。でなんかまあそういうふうにこういろいろまあ実験をこうしながらちょっとずつ DIY したり、まあ、いろんなまあ企業さんだったりこうなんだろうオレンジアベニューさんみたいなこう工事の方とこう手伝ってもらいながら、まあ、1年経っていろいろ組み立ててきたと思うんですけど、その中でなんかこれは良かったよなみたいなことっていうのはなんかエピソードがあったりしますか？ちょっと前段の方でもお話しさせていただいたんですけど、この車によって本当に今まで関わったことなかったような方々とたくさん出会えたっていうのが一番嬉しい出来事ですね。特にこの間実はこの軽バンと言われるその先ほどお伝えした新型アトレしかりエブリーだとか、N バンだとかマツダのスクラムみたいなそういうなんか軽バンのなんかいろんな種類があるんですけども、その各有名なインフルエンサーさんたちがですね、集まりまして、でそれをキャンプ場でその後ろのドアを開けながら円を囲みながら車中泊をするというイベントをさせていただきまして、一番僕がマイナーなまだ YouTuber というかSNS 発信者だと思うんですけど、中には多分ちょっとご存知かどうかわからないですけど、軽バン生活って言われる軽バンの中で生活をして旅をしているお二人のカップルがいるんですけど、そういった方々に会ったりだとか、インスタグラムですごいいろんな発信をされている可愛らしい女性たちも参加されて、そういった出会いがこの1年で起きたっていうのが本当にそれが一番この車でやってきていろんな方に出会ったってのが本当にありがたかったかなと思っております。やっぱなんかこう何か自分の、意思じゃないですけどこれいいよねみたいなのを出してるとそれいいよねって集まってきてくれる人がいて、それに集まってきてくれる人って大体気が合うというか、そうですね。大体会う人漏れなくいい人ですね。全員いい人です。車中泊 DIY をしている、旅をしている人たちもそうですし、お仕事以来で会う、方々の皆様も本当に気さくな方々ばっかりで、本当にこの業界の人たちはいい人ばかりなんだなって常々思っております。なるほどな、いいですね。なんか今後なんか茶番さん的に1年経ってさっき20万キロまであと10年だっていう話されてましたけどどういうふうにこう展開していきたいなとか、なんかわかんないですけど茶番2代目とかそういうことは考えてたりするんですか？2代目については全然多分今のところは検討してなくて、この車を一旦大切に乗らせていただいて、ボロボロになるまで一緒に付き合っていこうかなっていうのが今のところのプランになってるんですけど今後発信していく中ではやっぱりなんか皆さん見ていただいている皆さんに何か還元できるような何かお役立ちになるような動画っていうのを上げていきたいなとは引き続き思っているんで、ぜひ見ていただきたいなとお付き合いいただければなと思っております。いやもうだいぶ十分参考になるのがいっぱいあると思いますけどねいやまだまだなんかちょっとこれまた私の推し語りになっちゃうんですけど大丈夫です。ありがとうございます。その2パターンあると思ってて茶番さんの動画って、その片方は Vlog みたいな感じのものと、片方はノウハウ動画みたいな、なんかそこのバランス感覚もすごい好きなんですよね。そうなんですか。なんか Vlog の方ってなんか後ろになるにつれ結構なんだろう文字もなくしていきましたよね。そうですね。そうです。そうなんか文字あるのも良かったんですけど、なんかこう映像として楽しみたいってなった時にないとないですごい気持ちいいというか、
ありがとうございます。でも説明のそのノウハウ動画の方はノウハウ動画でめちゃめちゃ緻密というかすごいしっかり説明していいくださるんで、こうなってるんだ、すごい。いろんな動画見ていただきありがとうございます。一応全部見てますのですいません、ありがとうございます。すいませんってことはない。いや、そうなんですよ。やっぱりノウハウ動画はやっぱり皆さん気になってるところだと思うので、一番お役立ちできるかなといったところで、そういった感じで編集をさせていただいてまして、で、私と、嫁さんが主に車中泊するようなところは、文字なし、音なし、BGM なしみたいな動画が結構多めだと思うんですけど、やっぱりなんか車中泊を初めてする方とかっていうのが結構多いと思うんで、実際に車中泊したらこんな風になるんだよっていうところを、なんか皆さんに見ていただいて、こういう風にするんだってところを、説明はなしでも分かるような形で、なんか楽しいっていう雰囲気をですね、伝えられたらいいなっていうところが動画の趣旨になりますね。なんかすごい言った気になりますね。ぜひそうなっていただけたらありがたいです。いやちょっと引き続き楽しみにしてますので、あれですよね、またイベントがあるというふうに伺っておりますが、もうかなり日程が近くなって、この動画を上げる頃には近い日程になってるかもしれないですけど、5月4日と5日に先ほどお話も途中で出てきたバンキャンプジャパンと言われるイベントがありまして、また今回私の車を展示させていただくというイベントがございまして、で今回は本当に展示車両でいうと40台、もう前回は確か20台ちょいだったのが、今回40台で倍以上に増えまして、で今回は物販や飲食店等の展示もありまして、かなりイベントとしてはどんどん大規模に成長しているバンジャムというイベントがございますので、ぜひ今回こうやって喋らせていただいているのをぜひリアルタイムで見ていただいている方とはお話しできればなと思っておりますので、ぜひお時間と余裕がある方は来ていただければなと思います。どういうふうにどこでやるんですか？岐阜県の、公園の、上石津村ってところでやらせていただくので、ぜひ概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ皆さん来ていただければなと思います。はい、ということで今回納車1年走行距離2万キロ記念ということでトークをしていきましたが、いかがでしたでしょうか？いやちょっと初めて喋るっていうところもあって前半の方はかなりカミカミだったかもしれないですけど今後とも皆さんに見ていただいて、私もですね何か役立てることを発信していきたいなと思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では本日はムーさん収録させていただきありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん今後とも引き続き茶番をよろしくお願いいたします。